君にはこれから呪いの存在について考えてもらいたい。私を満足させたら君の勝ち。知りたいことを何でも教えよう。雪が積もったその日から、染谷深夜の人生は小さな6畳まで完結するようになった。ここは君の世界だよ。ニニフニとは私が生み出した最悪の呪物の名前だ。多くの不条理を知ってもまだ、君はその正体が知りたいかい？これは俺の区切りなんだ。じいちゃんがおかしくなったのは誰かのせいで、あの日記も本心じゃないってずっとそう思ってた。でも本当は分かってたんだ。ここで全部はっきりさせて、じいちゃんじゃなく自分のために人生を生きたい。十分だ染谷深夜。君の世界は広がった。多くの世界を知った今、君ならこの答えがわかるはずだ。呪いの正体は何だと思う？ニニフニ信仰を歌っているのは不吉っつう宗教団体だ。活動は不透明で創始者の幸代も行方不明。こっから辿るのは難しいな。やっぱり地道に行くしかないか。ちげえよ、諦めろってことだ。第一、呪物なんて本気で集められると思うか？どうだろうな。まず呪いってのがわからない。呪い？じいちゃんの遺品には魔除けの絵みたいなむしろいい呪物もあったんだ。ニニフニ信仰の言うこの世に害をなす呪物ってのは何なんだ？そんなん俺が知るわけないだろ。ただよ、害のない呪物なんてこの世にないと思うぜ。どういうことだ？いいか？この場所に来ていろんなことを知った。あなたの話だって今まで想像もしなかったことだ。でも多分呪いと異形は違う。呪いはもっと根本的なものなんだ。人が誰かを恨んで、時にはあなたみたいに逆恨みされることだってある。いつ終わるかもわからない復讐なんて、俺からしたら一番怖いよ。考えてみたら、呪物だって元は人が作ったんだ。西博は呪物の話をほとんどしなかった。重視したのは人の行動や感情。あなたたち相談者を通して、俺は世界を知った。呪いの正体が、あいつの言ったことがなんとなくわかるようになった。いいか？自分のためでも誰かのためでも結局どこかに敵意を向けるんだ。深夜の言うあの絵だって持ち主が違えばただの不吉な絵になっちまう。要はその呪いがどこに向いてるかだな。敵意が呪いってことか。俺なりの答えだよ。呪いってのは言っちまえば人の悪意だ。人が人を呪って呪われるのもまた人。まあ呪物があればの話だがな。
呪いの正体は人の敵意であり悪意。あいつはきっと正しかった。そう。相談者の中で一番人の悪意を受けたのはあなただ。知らないうちに呪われて、家族にも見放され一人死んでいく。俺は最初、あなたが自分の境遇に少し似てると思った。でも違ったんだ。俺が最初からじいちゃんと向き合っていれば、こんなことにはならなかった。俺はあなたと違って被害者じゃないんだ。後悔もしてるし、やり直したいと思う。でもそれは誰かの悪意のせいじゃない。俺の人生を狂わせたのは、俺自身なんだ。あなたも、きっとどこかで。ここにやってくる信者の連中はみんなミニフニってのを探してる。彼女を一目見た瞬間思ったよ。俺が守ってあげないとって。両親のためにと彼女は歩き続けたんだ。俺はただ虹が見たかっただけなんだ。時間だ染谷深夜。君の回答を聞こう。呪いの正体は、人の願いだ。人が何かを願うから、その代償に不幸が生まれていく。俺も、相談者も、きっと世界中の誰もがそうやって何かを望んで、自分や他人に呪いをかけていくんだ。あんたの話した物語、少女は世界の外側を望まなければ、自分が不幸なことに気づかず済んだんだ。少女の話。あれはまさに私の人生だ。私は世界の外側が怖い。奈落の底が見えない限り、その先に踏み出すことはできない。だがね、それは願いが足りなかったからなんだ。不正解だ染谷深夜。その答えは彼が最も選ばないものだ。君は毎晩夢を見る。ある男に襲われ、君は反撃してその男を殺すんだ。最悪。
勝負は終わり。今から君が最も知りたいことを教えよう。